40年以上にわたる長い歴史を持つ自動車の商店、日本カー・オブ・ザ・イヤー。その年に発表された車の中から選考委員が最も優れたモデルを選ぶ日本カー・オブ・ザ・イヤーの選考作業が始まった。11月6日には31台のノミネート車から最終選考へと進む10ベストカーが決定。今年の最終選考でどのモデルがイヤーカーとなるのか期待が高まっている。今回の車で行こうは3人の選考委員が日本カー・オブ・ザ・イヤーを徹底トーク。今年の鍵を握るモデルに注目します。Engine for the life。車で行こうです。今回は2024、2025日本カー・オブ・ザ・イヤーを占うと題してトークを繰り広げていきたいと思います。今年はパワートレーンもコンセプトも本当に多彩なモデルが出てきましたよね。そうですね。イヤーカーの行方が大いに気になります。はい、ということで今回は日本カー・オブ・ザ・イヤーの注目者と見どころを選考委員のこの方と一緒にトークをしていきたいと思います。日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員で自動車研究家の山本慎也さんです。山本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。山本慎也です。はい、山本さんはもう現地現物をモットーに、日本中いや世界中を飛び回ってるんで、何度かこの番組オファーしたんだけれども、ごめんなさい日本にいませんみたいなので叶わなかったんですが、今回もねラリージャパンから急遽駆けつけてくれて、もう名古屋から横浜まで、朝一で来ました。はい、いやということでね、ようやく山本さんに出ていただけたということなんですけれども、コティを選ぶ、選考する上で山本さんどんなところに重点置いてますか？もちろん自分でね、乗っていろんな開発者の人に話を聞いてっていうところをちゃんと織り込むんですけれども、やっぱり世の中でどれだけ話題になってるか、注目されてるかっていうところはやっぱり大事ですよね。都市車みたいな感じだと僕は思ってるので、そこはすごい大事にしてます。確かにね、だからそのメーカーがこういう車を作りました、それを我々車の専門家だけが独自に判断するんじゃなくて、もうちょっと普通のお客さんはこれどうかなと思う、その視点を入れるっていう、ちゃんとミックスして点数入れるようにしてます。なるほどなるほど。はい、さて日本カー・オブ・ザ・イヤーですが、11月6日には第一次選考となる10ベストカーが発表されました。紹介はノミネート順に行います。早速 VTR 見ていきましょう。まずはスズキフロンクス。生産国のインドでは史上最速で販売台数20万台を突破しました。軽自動車とかね、スイフトっていったイメージのあるスズキなんですけど、またね新しいスズキ像を感じますよね。続いて3代目となったホンダのコンパクトミニバンフリード。はい、家族の幸せを狙ったということなんですが、尖ったところはないんだけれども、トータルで見るととてもよくできた車だと思います。トヨタのオフローダーランドクルーザーに新たに加わった250シリーズ。はい、直線基調のタフなスタイルは最近のトレンドなんですけれども、中身はねまさにランクルということで大ヒットしてます。マツダの国内フラッグシップを担う新型 SUV CX-80、はい、CX-60 の3列シート車なんですけれども、実は中身もね3列シートに合わせてすごくマイルドに変更されてますよね。12年ぶりに日本導入が決まった1トンピックアップトラック三菱トライトン。日本ってピックアップトラックがあまり売れない世の中なんですが、これがねどんな風穴を開けてくれるのか楽しみです。サイズのヒエラルキーを超えたレクサスのコンパクトラグジュアリー LBX。 はい、小さな高級車ってねなかなか成功したモデルないんですけれども、レクサスブランドがねどれだけ通用するのか楽しみですね。中国 BYD が e スポーツセダンと呼ぶシール。はい、中国車どんなんだのって思ってる方多いんですけれども、ハードウェアはもう僕らのね予想を超えるような仕上がりに来ています。韓国ヒョンデのハイパフォーマンスブランドからアイオニック 5N。 はい、もうバッテリー EV でもこんなに熱い走りができるのかという意味で、まさにねこれ乗んなきゃわからない車の代表格だと思います。BMW がプレミアムスモールコンパクトと謳うミニクーパー。はい、4代目 BM がね扱い始めてから4代目になるんですけれども、まさにこれね個性の塊、しかも新しさも感じます。
ボルボ史上最も小さな BEV EX30。はい、どこのメーカーよりももうバッテリー EV に舵を切ったボルボが自信を持って送り出すコンパクト EV です。今年の10ベストカー紹介していきました。はい、山本さん、この10ベストカー10台こうやって見ると、改めてなんかいろんな車あるなって感じですね。とにかく多種多様、はいガソリン、ディーゼル、ハイブリッド、はい、電気で、さらに小さい車からかなりサイズの大きい車まで難しいですよ、今回は。以前はやっぱりこう大きなトレンドがあって最近はミニバン多いよねとか、ちょっと前までは EV がすごく注目されていたりとかあったんだけど、改めてやっぱり世の中にはたくさんの人がいるんだから、車も多種多様選択肢を用意することの大切さっていうのがなんか今回現れてる気がしますよね。まさに多様性の時代にふさわしい、10代なのかなという気がします。そうですね。はい、ということでここで今年の10ベストカー、皆さんはどのモデルに注目をしているのかということで3台ずつ挙げていただきました。まずはともちゃんからどうぞ。はい、私が注目するのはこちら3台です。スズキフロンクス、三菱トライトン、ミニクーパーです。五郎さんはいかがですか？はい、僕はこの3台ですね。トヨタランドクルーザー250、ホンダフリード、そしてミニクーパーです。山本さんはいかがですか？僕はですね、この3台ですね、ホンダフリード、レクサス LBX、ヒョンデのアイオニック 5N です。なるほど。一部重なってたりバラバラだったりすることもあるんですけれども、まずはそうですね、僕としんちゃん、山本さんが被っているホンダフリードから見ていきましょうか。でこれ家族の幸せをね願っている人にはもう本当にいい車なんだなと思ったんですが、これどうですか、山本さんとしては。何かこうね、特別なものがあるかというと、そうでもないんですよね。だけど乗るとこれでいいよねって思わせる要素がたくさんある、ここがでかいんじゃないかなと思いますね。それって実は簡単なようですごく難しいところだと思うんですよね。よく普通がいいよって言うんですけど、普通が一番難しいよねっていうところが、実にこのフリードは実現できてる、ですね。ともちゃんどうですか？はい、今回エアーとクロスターの2つのキャラがあって、でもこれだけコンパクトで街中で扱いやすいサイズの中に、ホンダならではのパッケージ技術が、生きて、この機能性が本当に素晴らしいですよね。コンパクトなサイズの中に3列シートがあって、で電動スライドドアがあってって、みんなが欲しいものがここに入ってるんだけど、それだけで終わってなくて、乗るとすごく静かだったり乗り心地が良かったり運転しやすかったり、あとはリアにクーラーがあるとか。そうですよ。だからもうなんかこれって作ってる人がもう使う人のことをすごく考えて作った車なんだろうなって感じますよね。直球勝負な車に仕上がってるなっていう印象はすごい強いです。でもこういう車ってとんがったとこないから、我々ちょっとこう評価しづらい部分もあるじゃない。あと点数が入れづらいところもあるんですけど、実は一般のお客さんはすごい評価してるんだろうなって、そこもやっぱりポイントとして入れてあげないといけないなという。そうですね。はい、続いてはともちゃんが挙げたスズキのフロンクス。いやこれはスズキとしては本当に新しいモデルとして登場した、こうクーペライクな SUV で、結構ワイドに構えて見えるのは、実は前高背の高さがそこまで高すぎず、機械式の駐車場に収まりやすい前高、これ、都市部を動くにはすごくいい車ですよね。山本さんどうですか？今までのスズキの車って走りはいいんだけど、ちょっと見た目があっさりしてるよねっていう感じがあったんですけど、フロンクス結構個性があるので、パッとこう街中でも目を引くデザインなのはなかなかいいなと思いました。確かにね。でこれ乗ってみてもよくできてるんだけど、さらにそのいろんなことを細かいことを調べ始めると、こんな装備もついてんのとか、実は立体駐車場にも収まるんだよねとかで、それでいてナビついて254万円からで4駆もあるよとか、まさになんかユーザーが欲しいものを全部叶えてくれてるのかなと。だから装備類見ると、今日本人が欲しいものは全部ついてる。それも標準装備っていうところがでかいですね。で同じようなね、インダストリー生産も同じだし、SUV スモール SUV っていう意味ではホンダの WRV っていうのもあったけれども、WRV はちょっとそこら辺が弱かったのかな。僕はそんな気がします。やっぱちょっと割り切りがあったなっていう気がするんですけれども、フロンクスはその割り切りがない、そこは大きいですね。
ともちゃん乗ってみても結構いいって気にしてたよね。いやーすごい走りのいい車、スズキって世界戦略車、スイフトみたいに走りがいい車あるじゃないですか、なんかちょっと同じ匂いを感じる車でしたね。だからこれスイフトベースで作ってるからで日本仕様のためにホイールをね4つじゃなくて5個のボルトで止めるみたいな、そういうこだわりもやってるんでそこら辺我々にもちゃんと伝わってきましたよね。そうですね、はい、注目者のトーク、次はコンパクトカーを見ていきます。Engine for the life. 日本カーブザイヤー今年の注目者、ここでは僕と藤友の2人が注目者に挙げたミニクーパーを見ていきましょう。いやー素敵なモデルになりましたね。またそうね、山本さんこれミニクーパーって4代目なんだけど、もう歴代のモデル見ても一目でミニって分かるっていうのが多分この車にとって一番大事なポイントだと思うんだけど、どうですか新型は。なんかねやっぱり新しいんだけど懐かしいと感じさせるのはやっぱりミニだからこその歴史ができることなのかなっていう感じはします。確かにね、だからもう過去のクラシックミニの時から数え始めると本当に長い期間続けてきたっていう、他の車には真似のできないなんかこう深みみたいなのがありますよね。やっぱりブランドの大事さをすごい感じさせる一台だなっていう気はします。でその伝統を背景にした車なんだけれども、ともちゃんこの車は相当新しさみたいなのも意識してますよね。はい、ミニの特徴といえばセンターメーター、あれが円形の有機 EL ディスプレイ、これ車として初めて搭載したっていう話だったんですけど、ミニらしさ残しながらもちゃんとそういうのもあるし、あとEV ですよ、これもそっくりに見えるけど実はプラットフォームも違うんですよね。今左側に赤いのがあって右側に青いのがあったけど青い方が EV ですよね。でこれ皆さんこう見比べて分かる人少ないと思うんだけど、ただ実車を並べると何こっち EV だよねって分かるよね。ホイールベースの長さが違ったりとか、A ピラーの角度が違う、でも、パッと見た瞬間にはミニだって分かる。そうですね。で僕はねさっきともちゃんが言った新しい有機 EL の丸いパネルとかって今ねこう液晶ディスプレイみたいなものをドーンと置くのって流行ってるんですけど、これね重要なのはどう使うかだと思うの、そういう意味でこのミニってすごくそこら辺のインフォテインメント系いいよね。やっとセンターメーターが生きる時代になったなっていう気はします。そうですね。はい、続いてはですね山本さんが挙げたレクサスの LBX なんですが、これレクサス高級車ブランドが手掛けるコンパクトカーということで、まさに小さな高級車ですよね。どうですか。やっぱり今まで小さな高級車っていろいろ出てきたじゃないですか、だけどなんとなく見た目はいいよねとか、内装も豪華だよねとかっていうのはあったんですけど、走りの部分って今までのコンパクトカーと変わらないっていうのが、多分売れなかった原因でもあるんですね、でも LBX はそこにもしっかりと手が入ってる、上級車よりちょっと頑張りすぎなんじゃないかっていうくらい力が入ってる走りっていうのは結構大きなポイントかなという気がします。確かにね、だから中身は変わらないんだけど豪華な内装を与えましただけじゃなくて、これは骨格のところからレクサスにふさわしい車として仕上げてきてるっていうのがやっぱりこうミソなんでしょうね。そうですね、あとは当然今回ハイブリッドがメインなんですけれども、1.6 リッターターボで4駆がついてる森蔵 RR というね、特別なモデルもしっかり用意しているところは強みかなという気はします。しかもあれ DAT の他にマニュアルも設定しましたもんね。そうですね、レクサスの国内モデル初の MT でかなり台数も出てるというふうに聞いてます。なので、レクサスっていうブランドからしても当然小さな高級車なんだけれども、ある意味その普通のコンパクトカーじゃないんだよっていう個性があるんだよっていう意味では、ミニとこの LBX って実は結構ライバルかもしれないよね。結構もしかしたらガチなモデルなのかもしれないですよね。そうですね。なので僕はもう高級車なんだったら3気筒エンジンがもうちょっとこうスムースに静かに洗練されて回ってくれるともっと良くなるななんて思ってますけどね。今開発中のね4気筒の小さいエンジンが LBX に搭載されたらちょっとまた変わりますよね。そうですね。はい、注目者のトーク、次は個性際立つモデルを見ていきます。Engine for the life. 日本カーブザイヤー今年の注目者、最後には個性際立つモデルを見ていきましょう。まずは耐久性やアクロ走破性にこだわるランドクルーザー250なんですけれど、僕これねさっきの注目者に入れてこれプラドの後継者じゃないでしょうと、プラドはなんかこう高級感みたいな方に行っちゃったんだけど、これも本来のオフロードカーに戻しました。
確かにその通りなんだけど、でもその戻し方が絶妙で結果めちゃくちゃかっこいいじゃんっていう風になってるのがこの車、僕はいいとこだと思うんですけど、どうですか？そこもそうなんですけど、ランクルといえば生きて帰れるっていうところがポイントだと思うんですけど、ただそのいわゆる舗装路、一般道で乗ってもこれ本当に SUV なのって感じさせない、その走りっていうのも結構ポイント高いなと思います。そうだから僕これ高速道路走ってたらゲリラ豪雨に見舞われたことがあって、その時の安心感の高さってやっぱりこれランクルじゃないと味わえないよねって思ったから、多分そういうことを経験するにつれてこの車長く乗っていくと、あ、ランクルに守られてるんだって感じられるようなところをちゃんと残してますよね。オフローダーとしての強みに加えて最新の運転支援機能も充実してますからね。そうですね。今回からピックアップもエントリーできて、三菱のねトライトンも10ベストカーに選ばれたわけなんですけれども、これトムちゃんどうですか？はい、いやもうすごい車だと思いました。まずラダーフレーム、これは意外と他のモデルに供与しづらいものになってくると思う。でもアクロ走破性を支えてますし、でもサスペンションなんかに関しても新設計をしていて、三菱としてはその技術を後世に受け継ぐために変わってきたっていう印象もありましたよね。そうだね。でもこれパッと見て本当に純粋にかっこいいよね。かっこいい。山本さんどうですか？後ろ振り向かないと普通の SUV ですよね。そうだね、そうだね。でこういうのって例えば都内とかこう都市部に住む人にとってはちょっと合わない部分もあると思うんだけど、ちょっとこう地方に行ったら抜群に使い勝手良さそうだよね。僕は地方に住んでるんですけど、選んでもいいかなって思う車ですよね。でディーゼルなので、動力性能だけじゃなくて燃費の面でも非常に有利なので、その辺も僕はありかなって気はします。でこれの荷台のとこにちゃんとしたこうなんていうの室内をねルーフ伸ばして作ったら、これパジェロいけちゃうんじゃないと思わせるものもありますよね。もういつでもお願いしますと言える車ですねこれは。ですね。はい、ということで最後にはねこれね走りにも音にもこだわった BV ヒョンデアイオニック 5N、これもねすごいモデルでしたね。で今までその電気自動車っていうとどうしても環境とか、エコとか必ずそこなんですけど、アイオニック 5N の場合はそこ全く、無視はしてないんですけれども、走りが楽しいよっていうのを前面に押し出しているのは今までの電気自動車にはなかったことかなと思ってます。確かにこれの試乗会行ったんだけれども、ヒョンデの人たちはこれエコですって一言も最初から最後まで言わずに走りのことばっかり言ってたんだよね。そうですね、でもスイッチを押せば普通の BEV として静かにも走れるし、でもいざこうやる気になった時にN のブランドが培ってきたモータースポーツにかける情熱、これは感じられるんですよね。そうね、だからもう電気自動車っていろんなそのソフトウェアで走行特性とか音とか変えられるじゃないですか。何種類一体あるんだろうっていうぐらいあって、でもこの本当にその多種多様なソフトウェアをここまで1台に落とし込んで、しかもちゃんと熟成させて出してきたって、ヒョンデの開発力がちょっとすごいですね。ちょっとびっくりですね。で世の中でその車屋が作る BV みたいな話をするじゃないですか、この車がまさにそうかなって気はします。そうですね。だから車屋が作る BV を目指しますよって言ってるのはトヨタなんですけれども、トヨタもやっぱり関係者もこの車に乗って相当衝撃は受けてましたよね。僕らも乗った方がいいよって言いましたもんね。なので本当にねバッテリー EV もいろんなものがあってエコもあるんだけれども、こういう走りに特化したモデルっていうのもあるっていうことをね、皆さんぜひね知っておいて、これ乗らなきゃちょっとわからないモデルなんでね。ぜひこれはステアリングを握ってもらいたい1台ですね。ということで駆け足で今日は日本カーブザイヤーの注目車を見てきたんですけれども、さっきもね山本さんが多様性ということを言ったんだけれども、まさに今回はどれがイヤーカーになるのか全く予想すらつかない、こんな回はちょっと今までなかったんじゃないかなと思いますよね。今まではなんとなく、視聴者の皆さんもこれだよねっていうのをなんとなく予想できた年もあったと思うんですね。今年は僕らですらわからないっていう。そうね。ともちゃんもやっぱりこれ、今回投票かなり悩むよね。悩みますね。でもなんか最初の方言ってましたけど、やっぱりその電動車でも単なるエコのために乗る車じゃないものに磨き上げられてきてますし、車としての評価が今ものすごく上がってきてるし、そのブランドならではの世界観をうまく表現してるじゃないですか。だから余計になんかこう難しくなってきてる気がしますね。そうですよね。かつて日産のリーフが出た時はもうバッテリー EV だっていうことだけで
イヤーカーを取ったわけですよ。でも今はそうじゃなくて、じゃあバッテリー EV ならバッテリー EV でそれがどんな価値をユーザーに与えるのか、世の中に与えるのか、じゃあそれはハイブリッドだのディーゼルでも同じで、結局その車1台がどういう価値をユーザーに与えてくれるのかっていうのを、我々もねちゃんと見極めていかないといけないですよね。そういう意味では選択肢がたくさんある、日本のカーブザイヤーらしい10代なのかなっていう気がします。そうですね。はいさて2024、2025日本カーブザイヤーを決める最終選考会は12月5日に行われます。 YouTube でオンライン配信されますのでぜひご覧ください。詳しくはこちらの日本カーブザイヤー公式ホームページをご覧ください。また最終選考会の模様は後日番組で詳しくご紹介します。 Engine for the Life. さあ今回日本カーブザイヤーを占うと題してトークを進めてきましたが、もちろんここで今日ご紹介した10台だけが出たわけじゃなくて、他にもたくさん車あったんですよね。山本さん、この10台に残念ながら入らなかった車でこの車面白いよっていうのあります？僕はね何台かあって、1台はトヨタのクラウンスポーツ、もう1台はホンダの CRV の EFCEV ですね。この2台は僕は残ってほしかったなと思ったんですけどね。なるほどね。ともちゃんは？はい、いろいろあったんですけど、結構悩みますね。確かに確かに。五郎さんは何でした？結局だからテンペストカーの以外にもコティカーブザイヤーってそういうものをすくい上げるちゃんとなんかいいシステムがあって、テクノロジーオブザイヤーっていうのとデザインオブザイヤーっていうのがあるわけですよ。でさっきねしんちゃんが言ったクラウンスポーツなんかは本当に日本車があんなかっこいいデザインをできるのかみたいな、そういう衝撃があったんで、僕はデザインの方で結構選ばれる可能性高いんじゃないかなと思うし、あとはホンダの水素燃料電池なんだけどバッテリーを使った、FCV、 これも技術賞としては有望だと思うし、あとはマツダのロータリーエンジンと EV をくっつけたやつね、MX30 ロータリー EV ね、あれなんかもそのロータリーエンジンの発電機としてのそのポテンシャルっていうのを今後の大きさ、影響の大きさ考えるとすごいことになるだろうなと思うし、そういうテンペストカー以外にもいろんな車が出てきたんで、ちょっとねそういうところっていうのは本当に車の面白さっていうのは伝わってきましたよね。特にそのロータリーエンジンなんて夢があるじゃないですか。もちろんその環境のことを考えていかなきゃいけないけれども、そういう車がまだ出てるというところは嬉しいなと思います。そうですね。ロータリーがね、もしかしたら EV に搭載されて EV がもっと使いやすくなるみたいなね、将来も思い描けたりするわけです。ということでまた来週お楽しみに。旬のニューモデルをモータージャーナリストの岡崎五郎と藤島智子が徹底紹介する車総合情報番組、それが車で行こうです。 TVK では毎週日曜夜10時、再放送は毎週土曜朝11時で好評放送中です。また番組のホームページからは過去の見逃し配信や放送内容が簡単に検索できます。皆さんのより良い車ライフにぜひお役立てください。Engine for the Life.